おはようございます。阿部義俊です。今回は自分のカバンの紹介と、そのついでにといってはなんですけど、文具系の YouTuber の、シーサーさんという方とノマディックというメーカーがコラボして作ったペンケースの紹介をしようと思います。ペンケースの紹介自体は前回というか、この前やったんですけど、その時はまだその買って初めて使うという状態だったのと、その中に自分が万年筆をぎゅうぎゅうに詰め始めたら、その詰めるのが楽しくなっちゃって、もはやペンケースの紹介じゃなくて自分の詰めてる万年筆の説明になってしまって、ちょっとペンケース自体の紹介がちょっとおろそかになっていた気がするので、改めてそれからまた何日か使ってみて、使い方がいろいろ固まってきたので、改めてちょっと紹介をしようかなと思います。で、これのカバン自体は、そのボッテガというメーカーのカバンで、そこそこのお値段がしたので、もうこれを、一生使うつもりで、使っておりますと。で、中に詰めているものから、とてもおしゃれな使い方とは言えないんですけど、物が入りきらなくなって横にベルトにつけるようなポーチを、くっつけて、とりあえずここに今ここで撮影している、キヤノンのパワーシャット V10 を、普段はここに入れていて、なんか撮りたいものがあったらさっと取り出せるように、しております。だからちょっと今チャック開けちゃってますけど。ただこいつはだからここにつけてみてなんかさっと取り出せるようになって便利なんですけど、ちょっとこのベルトを傷めるんですよね。なんかそれでちょっとカバンが傷みそうなんで、ちょっと違う方法を考えなきゃなと思い始めているところです。で、中身ですけど、万年筆やら手帳やらに興味を持ち始めたから、カバンの中身がどんどんその筆記具に侵食され、続けてきて、かなりの状態になっていますが、主要なところを挙げると、まずだからその今2つ詰めてますけど、さすがに詰めすぎなんで、この大きい方1つに自分の普段使う筆記具をまとめて、こっちは別なカバン2つ持ち歩くことが多いんで、動かそうか、それともやはり2つ入れておくかと迷っているところであります。で、この間も紹介した状態からそれほど大きくは変わってないですけど、中に主に今万年筆が趣味なんで、万年筆とちょっとシャーペンなどを詰めたり、しています。あとは自分はイラストレーターで絵を描くんで、その絵を描く道具としてのそのシャーペンやら筆筆っていう、鉛筆で描いたところをこうペンのような形をしているフェルトでこすってその伸ばしてこうグレーの色面を作るみたいな画材を詰めていたりします。ここにあるのはトラベラーズノート用のクリップですね。でこいつはあとその定規やらちょっとした折りたたみ式のハサミやらボールペンやらを詰めて、12345678910本、筆記具を、細身のスティック状の消しゴムみたいなのを入れて、10本筆記具が入っておりますと。でまだ余裕があるというか、普通にそのぎゅうぎゅうというほどではなくて、開け閉めもそのすんなりいって、その普通の筆記具の状態ですね。で、こっちがこの間も言いましたけど、要するに自分の気に入っている万年筆をぎゅうぎゅうに詰めた結果、かなりパンパンになっている方のペンケースです。こっちが PF05N というタイプで、もともとのノーマティックのその定番モデルの PF05 のニューモデルということで PF05N ですね。で、その PF05 のさらに特別なそのラージ版ということで PF05L というモデルです。でここには自分の、お気に入りの万年筆を、245よいしょ678910110本プラス、これは今ちょっと、もうちょっとおしゃれな、入れ物を探しているところですけど、自分は絵描きなんで練り消しと、ここに万年筆用の予備水、万年筆のインクがちょっと詰まったりした時にちょっと水につけると回復するんで、ちょっとした水を持ち歩いていたりして、でそこの下にさらにここは、本来は傷がついても大丈夫なようなボールペンなりシャーペンなりその日常使い用の筆記具をまとめてこうごちゃっと入れておけるようなスペースなんですけど、僕としてはここはもう万年筆入れって決めたので、ここにも、万年筆を詰めています。なのでちょっと傷がつかないようにその、布に入れていたりしますけど、そこで下に245 6本ですね入っていて、で現在だから、16本の万年筆、しかもかなり太軸のものが入って、その予備水やら練り消しやらが入って、本来であればここにさらにもうちょっとそのなんか紙物が入ったりとか、ここの裏側にシャーペンのその芯入れなのかな、なんか、ちょっとしたそのものが薄いものが入るスペースがありますと。
僕の場合はねこっちでいっぱいいっぱいになったのでここはちょっと、使えずにいますけど、そんな感じで、使っています。こいつはだからそのサイズに対して、非常に機能的に僕の場合はぎゅうぎゅうに詰めすぎですけど、本来は多分だからこんなに太軸のものばかりを詰めるようなことは普通はしないと思うので、あとは僕の場合だから万年筆はそのクリップがちょっと派手というか主張するような形のものが多いんで、それを同じ向きにやっぱり10本詰めるとそれなりにここが出っ張るんですよね。なので締めた時に、ここまでは綺麗にいくんですけど、ここが今、若干きついかなという状態で、ただ使っているうちに、今馴染んできて、普通に開け閉めはできます。ちょっと苦しい感じですけどというような状態ですね。ちょっとカバンの説明、中の説明を先にしてしまうと、この中にトラベラーズノートを使っていて、本来はトラベラーズノートってここから、ゴム紐が出ていて留めるんですけど、そのゴム紐が細いタイプのものなんで、僕の場合ここにボールペンちょっと1本挟みたかったんで、これをやめてこういう自分で、バンド買ってきて、でここに、ボールペンを留めていますんで、ここに留めてるのがモンブランのボールペンでもうなんか傷がついてもいいようなちょっとカジュアルなものをつけた方がいいんですけど、ちょっとこれは気に入っているんで今はこれを、使っています。なのでちょっと傷つくのが嫌なのでケースに入れてこのような形で留めて使っています。これは手帳を、開いた状態にキープするためのクリップで、今でもここに今留めるのが割と便利だったんですけど、ちょっと跡がつきますよね。跡がついてそうやってガシガシ使っていくのがいいだろうと思って、これは今ここに留めています。本来のその純正のさっき真鍮のクリップを、さっき筆箱に入れてるのを見せましたけど、それをここに留めてもいいんですけど、やっぱりちょっと硬くて周りにあるものにぶつかって、周りを傷つけそうなんで、あれはやっぱりケースに入れて筆箱にしまって、ここにあるのは、この三角形のクリップです。この形でもうちょっと何か高級感のある、ものがあったら、欲しいなと思っています。でこれは、アップル製のポリッシングクロスで、これ何に使うかっていうと、今でもこれ使わなくても大丈夫になったんですけど、トラベラーズノートはここに、鈴でできているこのなんか留め具みたいなものがあって、これが一応なんていうかな、この手帳全体のちょっとしたアクセントになっていて、これが見た感じちょっと今ここ穴があるの気になりますけど、その手帳として見た時につるっとのっぴりしたデザインなんで、これがワンアクセントになって、なんていうかな、そのトラベラーズノートのアイデンティティみたいになってるんで、これを紐外しちゃうこともできるんだけど、やはりこれは残しておきたくて、ただこれがあると手帳を開いた時に、硬い机だとそこにカチカチ当たったり、あるいは、机の面を傷つけるようなことはないですけどね、尖ってるわけではないんで。でも、やっぱりカチカチ音がするのが気になって、なのでここにちょっとテーブルの上に置くときには、1枚敷いてその上に敷くと、筆圧をかけたりしても手帳がこれ滑りづらい素材なので、ここに敷いておくと手帳が不用意に動かなかったりするんで、ツルツルのテーブルの上でも、書きやすくて、なので一応使っています。でこいつは使うときにちょっとこっち側にずらしてあげることで隠れて気にならなくなるんで、それでもいいかなと、思っています。で持ち歩くときはちょっとこっちに戻すとかね。でこれがメインの手帳です。そしてメガネと老眼鏡が、入っておりますと。そしてここにショックスのオープンフィットというイヤホンが入っていますと。でこの奥に1枚これはなんていうか下のクッション材、兼買い物行って何か大きなものを買った時用の風呂敷ですね。広げるとかなり大きくて、めったに使わないですけど、スーパー行った時とかにちょっと風呂敷に包んで持って帰ったりします。でここに iPhone 用のマグセーフの磁石で留められるようになっているモフトの、モバイルバッテリーが入っていて、こっち側にもう1枚、これアップルのポリッシングクロス、ここに2枚入れる必要はないんですけど、なんとなくこいつを傷つけないように、ちょっとここに当て布として置きつつ、プロッターの M6 サイズのやつがあって、こっちでバレットジャーナル的に使おうとしてますが、僕的には予定表というよりは完了したものをメモして日記代わりになってしまってますね。だからバレットジャーナルというかバレットログですね。割とちょっと細かい傷とかもついてエイジングしてきたリング止めのシステム手帳はこのリングの部分がここに当たってなんかあばらが浮くみたいな表現をするらしいですけど、この跡がつくんですよね。でそれをつけないためにここに、専用のこのあばら浮き防止の革の
なんていうかな、クッションが、あって別売りであったんですけど、それをつけたんですけど、やっぱり日々ずっと結構このカバンの中に、バックインバッグを入れて、そのバックインバッグの外側のこの隙間のところにこれを入れてるんで、常に圧迫されてるんでちょっとあばらが浮いてきましたね。これ自体もその味として、いいかな、こいつもここが金属で、これすごくおしゃれでデザイン的にはいいと思うんですけど、やっぱり置いた時にちょっとカチッって言うんですよね。なんかそれがちょっと気になるんで、こっちもそのアップルのポリッシングクロスが大活躍しておりますと。ここに財布が入っていて、ここに名刺入れが入っていて、こっち側に、今入ってないけど鍵が入っていて、で今オープンフィットがあるんで、今これはもうその持ち出す必要ないかなと思うんですけど、なんていうか念のため的に、今だからそのオープンフィットとこっちと完全にメインはオープンフィットの方になったんですけど、これ今まで使ってたショックスの、オープンランプロというモデルで、そうそう、今までは例えば外に出て、iPad とかiPhone とこっちのオープンフィットを同期させていて、でこいつは、iPad とかMacBook Pro とかと同期させていて、動画の編集とかを、外でやること最近あまりなくなりましたけど、ちょっと音を自分の耳で確認したい時とかにこれをつないでいたんですけど、最近オープンフィットの方が、アップデートされて2台ちゃんとそのペアリングするようになったんですよね。なのでちょっとこれはもう持ち歩かなくても、良くなったんですけど、ちょっとこっちにまだ入っていて、そろそろ持ち歩かなくなるかなという感じですね。であんまり出番はないけど、いざという時のそのケーブルですね、充電用の iPhone はさっきのマグセーフで、充電できるんで、こいつは多分これが一番多いですね。パワーショット V10 のバッテリーを充電するのに使う、ように持っていますと。で Apple クロスがあるんで、これもまた持ち歩かなくて、こういうものを重複して持つからカバンが重くなっていくんですよね。メガネの拭き布ですね。で今どこに入れたっけな。あとここにオーディオワウっていう小さなボイスレコーダーみたいなものを持っていて、これもパワーショット V10 がかなりうまく音を拾ってくれるんで、ちょっといらないかもしれないですけど、小さいんで持ち歩いていて、 Bluetooth で iPhone と接続して手帳の上にポンとこれを置いて書き物をすると筆記音をかなりうまく拾ってくれるんで、重宝しているボイスレコーダーですね。あとは念のためのそのマスクとか、あとそれで終わりか。僕メガネ布もう1枚持ってるな。メガネ布がこの中に4枚入ってるな。間違えてますね、完全に。というような、自分のカバンで、やっぱりペンが、多すぎてめちゃめちゃに、重たいですね。あとは子どもの小学校の入校証みたいなものを肌身離さず持ち歩いております。これで全部かな。なかなかの重さで、やはりなんだろうな、さっきのそのメガネ布を今よく見てみたら4枚入ってたみたいなのもある通り、自分がだからあまり整理ができていないのと、整理をちゃんとしてから紹介すればよかった。ついつい物を持ちすぎるので、カバンが日々重くなり続けています。どっかでカバンの中身断捨離をしないと肩をおかしくしそうでありますと。で改めてノーマディックのその PF05N と 05L ですけど、何日か使ってみて、今まではリヒトラブのペンケースを使ってましたけど、改めてジッパーは非常に滑らかでいいですね。そしてやはり文具マニアの人が監修しているだけあって、自分としてもマニア的に非常に分かっているというか、非常に使いやすいですね。だから普通の筆記具ペンケースだと、僕みたいないろいろ持ちすぎてしまう人は、入りきらないんですよ。これも実際のところ僕パンクして2つ持ち歩いちゃってますけど、なので気に入ったペンが多すぎてなかなか、削れずにいますけど、さっきも紹介したみたいに、いいところはやはりこの L に関しては、このペンを留めるホルダーが、2段になっていて、さらにその下にもペンが入れられて、これはだから大量の、僕の場合でもだから太軸のものばかりでも16本入る、というかなり特殊な筆記具マニアの人向けのペンケースですね。でその先にさらに、だから僕の場合呼び水と、このちょっと大きめの早くいい入れ物を見つけたいですけど、練り消しを持ち歩くことができて、ぎゅうぎゅうですけど、一応普通に締めて持ち歩くことができると。でこの留め具のいいところは、最初太軸を留めるにはちょっときつすぎてどうかなと思ったんですけど、 2,3 日使ってみたらだいぶ馴染みましたね。だから取り出して、入れるみたいなことが
かなりきついんだけどでも滑らかに入れられて非常に良いです。あとやっぱこの2箇所あるのとこれ自体が結構タイトにできてるせいで、ペン同士がこうぎゅうぎゅうになっていてもこのペン同士が中で、カチカチぶつかって傷ついたりは、しないです。何日か使ってみて、結構安心しました。そうですね。で、いっぱいまで開けば、余裕を持って開いて、その出し入れも楽ですし、で最初この同じ向きに入れるとここで一番下の段も、この真ん中もこの上段も全部ここに高さのあるっていうかその幅のあるものが集中するんでここがいっぱいに膨らむんですよね。なので2段目のこれを逆向きに入れてたんですけど今まではカバンの中で、メガネを一番下に横にして入れていてでその上に手帳を入れてでこのペンケースを、どっちかが上になったりどっちかが下になったりしましたけどこんな風に入れていてもうぎゅうぎゅうですけど、これで持ち歩いてたわけですよ。でそうすると、メガネ取り出したい時にこれを一回外出さないと取れなかったりして、微妙に不便な時があってで今はちょうど高さギリギリですけどメガネも縦にしておいて手帳は横にして入れてでこの残りのスペースに、ペン立てを縦にしてもうギリギリですけど、入れて使ってます。これだとどれも何か他のものをどかさなくてもギリギリアクセスできるんで、これで今は使っていますと。でもパンパンですね。これ止められるのかな。一応閉まるか閉まりますね。大丈夫だ。でこういう、入れ方にしたんで一時期最初の動画の中では僕はこれをこっちはこっち向きにキャップが来るように入れて2段目の方は逆向きにこっち側にキャップが来るように入れて互い違いにすることでここだけが盛り上がるのを防いでいたんですけど今こういうふうに入れるとその万年筆の2段目はキャップが下に来るっていうか要するにだからペンが下を向く形で収納することになってそうすると万年筆にとってはちょっとインクが漏れることがあったりしてあまり良くないんでやっぱり万年筆持ち歩く時には横向きにするかキャップが上に来るというかペンが上を向くように持ち歩くのがいいので今は全部同じ方に向けて、しまっています。なのでここがやや、きついんですけど大丈夫ですね。で、持ち歩いておりますと。で、そうデザイン的に言うと僕もう52歳なんで正直これは結構若い人向けの、デザインかなと思います。ただ、このなんかカーボンみたいな柄もそうですけど、全体的に黒で統一されていてすごく目立つデザインではないんで僕的には割と普通に、持ち歩いてこれで喫茶店とかで書き物をしておりますと。ただやはりペン持ち歩きすぎなんでおそらくはこいつ1個に、うまく中のペンを、絞って、1個で持ち歩くことになると思います。というわけでちょっと自分のカバンを紹介してみました。そしてこの紹介することで客観的に今の自分の状況を見ることができてカバンの中にいろいろ物を詰めすぎだということがはっきりしました。なのでちょっと考えないと重たすぎて大変ですねということでした。ありがとうございました。この動画。ということでした。ではでは。